空間が広くて気持ちいいですね、なんかね。そうっすね。カフェはあれですよね、前は何でしたっけ、多摩市のはい、最寄り駅でいうと長山駅ってところ、多摩ニュータウン通りって、はい、まあ、大きい通りがあって、その一本裏手で、あ、そうなんですか。コロナになった時に新規事業開拓助成金っていうのが出た時に、嫁さんとカフェやろうっつって、まあ、地元を盛り上げようっつって地元の後輩と始めたのがその長山にあるお店なんですけど、地元の後輩の子はそのたぬきブランドをやるって言ってたぬきスタジオっていうブランドを作って、で僕は嫁さんとディスターコーヒーやるって言って、同じ場所で、カフェとアパレルが一緒にある、それが長山のお店で、カフェのディスターコーヒーは6月に原宿に移転するんですよ。あ、そうなんですか。移るんですよ。まあ、ここは日野市なんで多摩市の隣だから近いから、ここは残しつつ、原宿の方にちょっと持っていこうかな。だからここもその半分ディスターコーヒーで、半分はそのたぬきスタジオっていう半分半分借りてるところで、そうなんですね。上も半分半分使ってます。で、うちはそのカフェスペース、カフェはここだけでやって、上はその HW ドッグの方の、海外事業部というか、海外の取引先も今40件ぐらいあるんで40社ぐらいあるから、それやったりとか、発送関係、オンライン発送とか、ストックとか、あとその一点物のビスポークのハット作るのも上にアトリエがあるから。もともとは頭 CA4LA って書いて頭4部押し上がるんですけど、そこで9年間すごい販売から入って、頭ファクトリーっていう頭の量産作ったりとか、縫う方ですよね、縫ったりとか修理したりとか、なんかインポート、当時2割ぐらいインポートでボルサリーノとかステッドソンとか、そういうのをジョンロックとか使ってて、そういうのを店舗からの修理がその頭ファクトリーに行って、ファクトリーにいるその職人さんがこう修理したりとか、一点物をこう作ったりとかで、それを1年半か2年ぐらいいて、で7年ぐらいそのデザイナーやらさせてもらったんですよ。でトータル9年ぐらいいて、で独立して HW ドッグ始めたみたいな。そうなんですね。でも9年経っちゃいました。すごい。最初の頃はデザインも生産管理も営業も店舗も立ってたし、全部やってますよ。もちろんスタッフももちろんいましたけど、最初本当に卸先なかったから、ハイエースに帽子積んで営業回りしてたんですよ。あ、そうなんだ。マジですごい。北海道日帰りで行くみたいな。今こうドーシングレベリングって作業しちゃうんですけど、タンピングでこう加減ちょっと変えるんですよ。これもなんか人によってやり方変わるんで、なんとも言えないんですけど。多分ね、このエスプレッソの落ち方が下からいくと、あ、本当だ。15、6秒ぐらいで落ちてるんですけど、だいたいもうちょっと早いです。サラサラサラって出てきちゃう。割とこうトロットロッと落とす。ここ真ん中、最後ここ真ん中に。本当だ。エスプレッソがこうハートボディクレマになってて、一番黒いのがハートです。それくらいがボディで、ちょっと茶色っぽいのがクレマなんですけど、内装はやっぱ共存させるためにどういう色がいいかなって、グレーっぽくしようか。外の壁もグレーに塗ってるんですよ。ここもともとその銀行で、そうなんだ。そう、きらぼし銀行で、これトイレだったんです、隣。金庫。あ、そうなんですか。だからこれぶち抜いてるんですか。金庫で、それを壁が分厚すぎて、壁の厚みがこれ20センチ以上あるんですよ。すごい。壊すの大変みたいになって、
あ、じゃあもう中トイレにしちゃうっつって。これ銀行なんですよ。そうだから外ももともとは赤レンガみたいなザ銀行みたいな感じだったから、グレーに塗り替えて、で中全部モルタル引いて全部白くして、超大変でしたこれ。もうこっから奥が金庫だったんですか？そうです。ここにね、あれなんか番号のあれがあって、これがあったんじゃない？はい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 。こういう感じなんだ。映画の世界だね、もう。爆破して入るみたいな。そういうことでしょ、でも。かっけえな。これもね、半分半分。あ、そうなんだ。こっちは洋服のその生産してる方。こっちでワッペンつけたりとか均一下げ札つけて、うちはもう完全帽子だから帽子しかやんないですけど。フミヤさんしかいないんですか、今できる人は？帽子作れる人、はい、自分しかいないです今。一人ね育てて、一点物の帽子を1から10まで作れるようになったけど独立しちゃいましたね。ああ、そうなんだ。まあまあ、フミヤさんの元の出自はこういうハットなんですか？やっぱどうなんだろうな。この辺もその前職の頭で教わったやり方入れつつ、でも日本式の帽子の作り方ってヨーロッパの作り方なんですよ。でヨーロッパとアメリカの作り方って違うんですよ。こういうのにこう頭がねこうやってくっついてるやつ、これがヨーロッパ式で、これにフェルトをこうかぶせてってブリムもここで結んで作るんですけど、なんかねアメリカ式って最初から頭だけ入れちゃうんですよ。こういうのにガーッと伸ばして、多分動画とかで見たことあるかもしれないですけど、で紐をくくりつけてここでブリーム鳴らして、で最後仕上げでブリームをこういうブリームこのまま使わないで、これがブリーム型なんですけど、こういうのにこうね裏からこうはめるんですよ。へえ。でこうアイロン当てながら布をこうかけてってあげてブリームを成形していくっていう。でこのやり方は僕はその前職で学んだわけじゃなくて、それは独学でやっていって、こうかな、この方がいいかなみたいな。でもまだまだですね。調べてることもあるし、やっぱアメリカ式になるとミシンのね使い方も全然違くて、日本とかヨーロッパこの滑りを本体につけるときにこう内側からこう縫っていくんですよ。こう、腕ミシンでこういう風に入れてこうやって縫っていくんです。ガガ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 って内側から、でアメリカ式はこっちにあるやつで外側から縫っていくの。あ、そうなんですか。そうこれ内じゃないですか。で違うんですよ。で外側から縫っていくミシン自体が台数が実はすごい少なくて、針が落ちるのって基本的に縦にまっすぐ垂直に落ちるんですけど、あれってこう斜めに落ちてるんですよ。あれは復刻されたやつなんですけど、台湾製、香港だけど台湾製のやつで結構みんな使ってるけど、それを何年か前にオリジナルのやつが手に入ったんですよ。シンガーの1946年から48年2年間だけ製造されてるんです。手に入って今ミシン屋に置いてあるんですけど、でもやっぱこうアメリカ式で作っていくとかってなってくるとやっぱこだわり出てきちゃうじゃないですか。そうするともうあれになるじゃないですか、本物探すじゃないですか、バイクと一緒だ。バイクと一緒こだわり半端ないな、やっぱ。そうこだわるとやばいから、そうあんまりねまだだから自分の中では完成されてないんですよ。これがそのコンフォメーターって言ったりするんですけど、これがその頭を測るその測定器、当時の1900年すげえ。1900年1900年代じゃなくても1900年やばのフランス製
やっぱ当時はその貴族の人たちがハットかぶってたから、ってなるとやっぱイギリスになるんですよね。でイギリスの植民地だったそのフランス、まあ、革系だったらイタリアでしたけど、そういう帽子作るところフランス製のものが多くて、フランス人がやっぱそういう奴隷だったからそういうのを作ってた。当時は。今でもそういう街並みがパリに残ってたりしますけど、今でもザイルウェアあったりとか、そうフランス行って木型作ったりもするんですけど、まあ、でも木型職人イタリア人だったりするんですけどなるほどな。帽子はフランスで、これはだからメイドインフランスなんですよ。でそれを、まあね、当時のやつこう集めて3点セットなんですけど、これセット。それ一気に高さも幅も測れる感じなんですか？これはここの頭のクリっすね。今使ってるのこっちだけ。それ使って実際これ使ってる。そうこっちはまあ使ってないからちょっとこれかぶっちゃってるけど、予備で一応持ってて、で向こうにちょうど測ってトレースしてるやつが3点セットのあっちにあるけど、そうこれでその頭のクリを測ってそのサイズ周り出すんですよね。要はこういうのが作りたいって言って頭こう測って最初に。でこれが要は紙で、まあ、こう挟むんですよ。紙をパチャってはめて、でこれ人にこうかぶってもらってこう乗せるんですよ。乗せたところでこれをグーッと落としていく。で落としたらこういう風にトレースされ形が出るんですよ。フロントバック右左って、でこれを今度違う紙に硬い紙に置き換えてこう入れて、ここからこう回していく。でそうするとここの外回りが、その人の頭の内回りのサイズになるんですよ。でその人の頭の形、で結構いびつっすよねこれで言ったら。わかるっすか？確かにこっちが結構出っ張ってて、ここがへこんでて、こういう人って要は頭の形がいびつだから、別に頭が大きいわけじゃないんだけど、大きい帽子をかぶらざるを得なかったり、なんか帽子似合わないなみたいな感じになっちゃう。ハットかぶった時にブリムがすごい歪んじゃったりとか。でもこうビスポークでこういうのを作っとけば、正直こう木型一回こういうので作っちゃえば、自分が気に入ってるハットとかにこうパカッとはめて形整えちゃえばその形になっちゃうから、一個こういう木型作っちゃってもいいかもしれないですね。面白い。これあれですね。これでヘルメットとか作ったら面白そうじゃない？確かにそう。なんか結構ね、こんな形一緒でこっちが出てるから S は入んないけど M かぶらざるを得ないけど中でやっぱり動いちゃうとか、いそうっすよね。いそうっすね。ヘルマートに行ってあれがいいんじゃないですか。中のスポンジを調整してもらうとかだったらできそうですよね。この木型通りにつってちょっとこっち削り多めでお願いしますみたいなね。こっちスポンジ多めでみたいな、右側だけスポンジ多めでとかね、それできそうですよね。新しいビジネスチャンスかもしれない。